どうもありです。今回は包丁のレビュー動画です。今回の動画っていうのは以前こんな包丁が発売されるよってことで買わせていただいた包丁が先日やっと到着しました。一体どんな包丁かっていうと超高合金包丁ということで、もうそのまま超硬い合金の包丁ってことなんですけど、これっていうのはもうダイヤモンドに次ぐ素材、ダイヤモンドに次ぐ硬さって言われてる包丁なんですね。素材なんですよ。でその量産に成功した、それが国内初っていうことで、それがねすごいってもう世間では騒がれてるんですけど、それを買わせていただいて最近ねやっと届いたので、今回はその使用感、こちらの包丁についてたっぷりとレビューしていきたいと思います。で一応ちょっと先言っておくと、こちらクラウドファンディングで発売されてた包丁なんですけど、3月31日から一般販売開始ということで、もうすでにオンラインストアでも購入することができます。その購入先も概要欄貼っておきますので、今回の動画見てちょっとね気になった方はぜひね見てみてください。それでは今回のテーマ3つ。1つ目、こちらの包丁奇跡について、超高合金とは何ぞやってことでね深掘りして解説していきます。で2つ目、試し切り一体どんな切れ味なの。そして3つ目、試し研ぎの3部構成でさせていただきます。もう結論先言います。この包丁めちゃめちゃ切れます。めっちゃ切れます。すごくおすすめできます。でもいくつか注意点というか僕がね感じたこともありますので、それは後ほど動画で説明します。で研げます。これは砥石選ぶんですけど、どういった砥石が研げるのかっていうのも紹介していきます。ではまず奇跡っていうのは包丁の名前のことですね。奇跡っていう、名前が付けられました。でその奇跡の素材っていうのはKS111 って書くんですけど、これね僕以前の動画で111 KS111 って読んだんですけど、正確には KS111 だそうです。でその KS111 っていうのは何かっていうと超高合金ってやつですね。ではまずその素材を説明する前に、その奇跡っていう包丁、この奇跡っていう包丁を作ってる会社っていうのは関にあります、岐阜県の関市にあります福田刃物工業株式会社というところで、そちらがその素材を使用してこの包丁を作りたいってなって、で実際作ったのがその福田刃物工業株式会社さんっていうところです。でその奇跡の包丁は一体どういったものがあるのかなんですけど、今は三徳包丁のみです。これからペティナイフとか牛刀とかもしかしたらね出てくる可能性はあるんですけど、とりあえず今のところは三徳包丁のみです。でその三徳包丁のスペックを紹介すると、刃渡りが18センチ、幅が 4.2 センチで全長が32センチということで、一般的な、本当にごく一般的な三徳包丁ですね。で重量が 140g で、ハンドルが3種類ありまして、水なら山桜、ブナとあります。僕が買ったのはブナというものなんですけど、こちら全て岐阜県産天然木ということで、地元のものを使用するというね、関で作って、でね名前も奇跡というね、もう関が入ってるじゃないですか。はい、そういうことですよね。でなんでブナを選んだかって言ったら特に理由はないんですけど、パッと見ねなんかもうブナがいいなと思ったんですよ。もうここは好みで選んでもらっていいと思います。実際どれにしようと価格も一緒で、税込みで 34,650 円です。で木材についてちょっと言うと、水ならだけちょっと癖がありそうですね。木目が結構特徴的なので、その写真と違ったような、もしかしたら色とか木目っていうのは届くかもしれないですよね。でもある意味それって唯一無二じゃないですか。だからそういった意味では水ならってすごくいいと思います。で耐久力とか重さとかに関しては基本的に3本とも一緒ですね。そんなに変わらないです。だからこの3本に関しては基本的に見た目の好みで選んだらいいかなと思います。で構造は両刃です。完全にもう5対5の両刃です。だから右も左も関係なく、もう左利き用の人も普通に使うことができます。で包丁の厚みですね、薄さのことなんですけど、一応ホームページでは 1.2mm って書いてあるんですけど、僕の知り合いの方にマイクロメーター持ってる方がいて、その人に厚みをね測ってもらったんですけど、その背中の刃元側っていうのが 1.08 ってことなので、約 1.1mm ですね。でそこから刃先側に行って、その段差ができてるところですね、そこが 0.81 ということでした。こちらの包丁刃先見ると分かるんですけど、段差がね2回あるんですよ。まず1個大きな段差があって、その後さらにもう1個鈍角の刃がついてるんですね。ちょっとね鈍角めな刃が付けられてます。でただ本当にこれ薄くてですね、見てもらうと分かるんですけど、かなり硬いって言われてるんですけど、やっぱりこれくらい薄いので意外とね、見えるかな、ちょっとねわかります？意外とこうやったらちょっとしなるんですよ。では次、この奇跡っていうそのマークですね、包丁にレーザー加工されてるんですけど、これね触っても全くそこにあるって分かんないです。ツルッツルです。よくね他の包丁でレーザーされてるやつとかあるんですけど、そこはなんかそこに文字があるなって感じでね、ちょっとざらつきがあったりするんですけど、このね文字っていうのはもう一切分かんないです。はい、という感じでしたね。あとこの奇跡の後にあるこのコロンマーク、これ皆さん気になりますよね。僕めっちゃ気になったんですけど、後ほどね答えが分かりますので、後ほど紹介させていただきます。では奇跡という包丁がねどういった包丁が分かったことで、
今からその奇跡に使われている素材超硬合金 KS111 についてお話ししていきます。超硬い合金の主成分っていうのは WC と書いてタングステンカーバイドというものです。それは炭化タングステンのことですね。でその炭化タングステンに鉄系金属であるコバルトを結合剤として添加するんですよ。でそれらを粉末にして高温で焼き固める粉末焼き法というものを使ってできたのがダイヤモンドに次ぐ硬さと言われているすごい硬いものが出来上がります。でこの素材っていうのは主に加工工具ですね。よく切削工具とかプレス用のね金型とかそういったものに多く使用されます。で硬いって言ってるんですけど、じゃあどのくらい硬いか気になりますよね。よく僕の動画でも刃物のコードとかで HRC というものを言ってるんですけど、 HRC の C っていうのは C スケールの高級でテストした時に出るそのコードの尺度、コードの指標なんですね。でこの超硬合金に用いられる試験のその高級っていうのは C スケールではなく A スケールの高級で試験するみたいなんですよ。なんかその C スケールじゃ割れちゃうとかあんまり合わないらしくて、だからHRC ではなく HRA というもので表せられるんですけど、それのデータっていうのが、このデータっていうのは公式ホームページであるわけではなくて KS111 のではないんですけど、その同じね超硬合金の一つの参考として見ていただけたらと思います。それが HRA84 から93ということで、これ HRC 換算すると67から80あるみたいです。ちょっとねその幅広いんですけども、67からって時点でやばくないですか？これやばいんですよ。めっちゃ硬いんですよ。よく包丁で使用される例えば V 金とか銀酸とかね、それこそ白鋼青鋼ってあるんですけど、そういうのでも61から多くても64とかそんくらいのレベルのものなので、少なくとも67以上でこの KS111 が実際どのくらいのね場所にいるかはわからないんですけど、とりあえずめっちゃ硬いですよね。はい、という硬さなんですけど、じゃあなんでそんな硬いものを包丁として作ろうと思ったのか、またなんでその包丁が今までなかったのか、なんでそれが難しいと言われてるのかってことを説明していきます。なぜ難しいかに関しては一言で言うと加工が本当に難しい、加工しづらいんですね。その理由っていうのはさっき言ったタングステンカーバイト、炭化タングステンですね。その炭化タングステンの融点っていうのが2900度あるんですよ。もう2900度ですよ。すごいですよね。だからもう普通じゃ溶けないから、これを粉末にして、でその結合剤としてコバルトを添加させて粉末焼き法で焼き固めることによって出来上がるんですけど、これがね加工で難しいっていうのは本当に硬いから、例えばプレスとかでその包丁の形で抜こうと思っても割れちゃうんですよ。だから特殊なカット方法ってことでこちら紹介します。こちらホームページから引用してます。超硬合金は鉄の2倍近い質量があり、磁石はつかず錆びにくいがとても高価だ。縦 50mm 横 280mm 厚さ 2mm の超硬合金の板は高圧のプレス機で包丁の形に打ち抜くと割れてしまう。オリジナルの配合で粘りを持たせてもなお硬い超硬合金に刃付けをするには CAD データで寸分の狂いもなく制御された機械で研磨する必要があるが、レーザーによる切り抜きでさえ求める精度に及ばないため、1000分の 1mm 単位の精度が出るワイヤーカット、ワイヤー放電加工で切り出すことにした。超硬合金を熱で変形変質させることなく一度に40枚を切り出せるのが実に10時間を要する。生産効率は異常に悪い。しかし理想の包丁作りに挑戦する彼らには当たり前の選択肢だったということで、非常にね包丁の形にするっていう加工が難しいということなんですけど、その量産に成功させたということで今回ね話題になりました。で今の文章で一つ取り上げたいのが、磁石はつかずって書いてますよね。磁石につかないんですよ。これね人からしたら、もしねこういった僕みたいにこれ磁石の包丁棚、包丁掛けになってるんですけど、これね磁石になってるので、こういった普通の包丁、普通っていうかよくある基本的に僕持ってる包丁全てそうなんですけど、全部金属につくんですよ。だからこの磁石にペタッと貼り付いて落ちることないんですけど、もしこういった磁石の包丁スタンド、包丁掛けを使ってる人っていうのはもうつかないので、全然全く。だからここはね注意するポイントですね。意外とね落とし穴というか、こういったよく調べてよく見た時に磁石にはつかずって書いてあるんですけど、これね実際の商品ページにも書いた方がいいなとは個人的には思いました。結構磁石のスタンドを使ってる人意外といると思います。家庭の人でもプロの人でも。で磁石のことでもう少しお話しすると、なんで磁石につかないか、それっていうのは主成分がその WC タングステンカーバイド、炭化タングステンってことで、それって非鉄金属なんですよ。要はレアメタルですね。それっていうのは鉄にくっつかないです。
ってことでね、気をつけてくださいという話でした。はい。では次、じゃあなんでこんな硬い素材を使って包丁を作ろうと思ったかですね。これがストーリーっていうのがあって、こちらね、奇跡の包丁エンジニアたちの物語ってことでね、これ全部読むとちょっとかなり長くなってしまうので、ちょっと部分ね、ざっくりと説明します。関で126年にわたって工業用刃物を作る会社の技術部長である彼の胸に、よく切れると切れ味が続くという相反する2つの理想を叶える包丁をこの手で作りたかった。そしてある日、夢の、いやある意味では悪夢の金属が彼の元に現れた。それが超硬合金。その硬さは比類のない切れ味をもたらす一方で、加工がとても難しく、職人による伝統的な製法では包丁に仕上がることが難しい。超硬合金とはこれまでも向き合ってきたが、工業用刃物の会社には包丁にする発想がなかった。エンジニアにとって新しい挑戦は仕事のエンジンだということで、その素材による挑戦が始まったということですね。ということで、2年以上の歳月でもう何百回もね失敗をして、でやっとこの包丁が完成したということでした。で包丁だけ、ブレードだけではなくて、そのハンドルも岐阜県のものを使いたいとか、そういったこだわりが見られますよね。でこちらですね、2年間の挑戦の末に生まれた超硬合金包丁にはまだ名前がなかった。このアイデアが出た時、関わっている全員の気持ちが一つになった。奇跡、それは奇跡の包丁。奇跡、それは仲間たちとの挑戦の奇跡。奇跡、それは奇跡、輝け奇跡ということでね、美味しくて豊かな人生を関から世界に伝えていきたいという思いを込めた7文字イコールの意味を持つコロン。これですね、さっきから出てるそれはってことですね。奇跡、それはイコールとか、すなわちとかつまりとかそれはとかね、そういった意味ですね。はい。でユーザーにとって奇跡がどんな存在になれているのか、常に問いかけ続けるエンジニアたちの覚悟だということでね、奇跡の物語は使う人、作る人、包丁に関わる全ての人たちとこれからも続いていく。ホームページね、ぜひね見ていただきたいんですけど、概要欄貼っておきますので、かなりね写真もめっちゃ綺麗だし、すごくこだわってます。他にもね、もう紹介しきれてないね素敵な文章だったり素敵な動画っていうのもありますので、ぜひこの動画見終わったら一度ね見に行くだけ行ってみてください。すごくねほっこりすると思います。はい、ということでお待たせしました。ここからね、皆さんが一番気になる切れ味、そして研げるのかどうか、ここなんですよ。これ研げるのかどうか、ここが特にね気になると思うんですけど、まずね試し切り、ちょっと切れ味についてお伝えしようと思います。はい、ではその前にあれですね、商品のパッケージ、箱についてお伝えします。このような箱に入ってるんですけど、おしゃれなんですよ。これもグレーのね箱に入ってて、ゴムがついてまして、で開くとねこのような感じで、こんな感じで入ってます。で包丁とか説明書ですね、そういったものが取りやすいようにリボン、白いリボンがついてまして、これを引けば簡単に取れますよっていう工夫もされておりました。大事ですよね。でこちら、この包丁は美味しくて豊かな人生の入り口ですと書いてます。いいキャッチコピーですよね。でその説明書、こちらパラパラめくってるんですけど、素敵な写真とちょっとしたね言葉だったりとか、そういったもの、この包丁を使うとこんなねいいことがありますよっていう言葉、そういったメッセージが書かれておりました。でもちろん説明書、注意点ですね、研ぎ直しのサービスだったりとか、そういったこともご丁寧に可愛いイラストとともに書いておりました。すごく分かりやすかったです。でこちら、その研ぎ直しサービスのことももちろん書いてあるんですけど、その研ぎ直しサービスがね里帰りっていうことを言ってるんですよ。また素敵じゃないですか。里帰り、生まれ故郷の関の工場へ里帰りさせてあげてください。もう一度切れ味にしてお返ししますということで、素敵なサービスを行っております。でこちら注意書きの部分なんですけど、ちょっと気になったポイントだけ少し言います。その欠けを防ぐために冷凍食品、氷、骨付きの肉、魚、カニ、乾燥した餅などの硬いものには使用しないでください。そして叩き割る、刃をこじる、こじるっていうのは刃を食材に途中まで入れた後に左右にねこうやってひねったりすることをこじるっていうんですけど、こじるってね僕も昔は使わなかったので結構知らない言葉の表現ですよね。刃をこじる。でその刃の側面で潰す、これなんですよ。刃の側面で潰すってよくニンニクとかをパチンって叩いて包丁の側面で潰して香りを出したりとか、それでね皮むいたりとか、そういったことすると思うんですけど、そういったことはしないよう、あんまり衝撃を加えないようにってことで書いておりました。でこれ書いてある理由っていうのはこのね包丁のデメリットというか、
硬いすぎることのデメリットとして衝撃には弱いんですよ。よくね人生って言われるんですけど、その脆さですね、そのかけにくさとか、その衝撃に対するその強さのことを人生って言うんですけど、人生が低いっていうのがかけやすいっていう意味なんですけど、この包丁は人生がちょっと低いんですよ。よく僕の動画でも紹介する SG2 とか R2 とかそういったのって粉末排出口と言われるもので、その包丁とこの超硬合金もその粉末冶金法で作られたものなので、同じ作られ方的には似てるんですけど、その2つの違いっていうのはその硬さとか刃の持続性ですねとかっていうのはこの超硬合金 KS111 の方が優れてます。ただ劣ってる点っていうのがその人生なんですよ。その衝撃に対する弱さっていうのがやっぱり硬すぎる分、硬いものなんか骨だったりとか角とかですね、もし落として机の角とかシンクの横とかに当たった時にかけやすい、チップしやすいっていうのがこの包丁のちょっとデメリットです。だからおそらくですけどこの段がちょっと鈍角めなんですよ。最初にねちょっと説明した通り、ちょっとね刃がさらに段差をつけてあるじゃないですか、刃先だからそのデメリットをちょっとでも塞ぐためにちょっとだけ鈍角めにこうやってね刃をつけてるんだなと個人的には思います。はい、という話でしたね。で、柄ですね。柄のデザインはこのような感じです。見たことないハンドルでしたね。肌触りとか持ちやすさっていうのはすごく良かったですね。やっぱりかなり滑らかです。で、ちゃんとねこの江尻のとこも面取りしてあって、持った時に全然痛くないようなそんな感じのハンドルでした。はい。ここでもう一個磁石につかないっていうのともう一個注意点ありましたね。切っ先なんですよ。切っ先が丸いんです。切っ先が鋭くないんですよ。よくある一般的な三徳包丁って切っ先がね鋭いじゃないですか、鋭利じゃないですか。なんですけどこの包丁っていうのは丸く、さらにここ刃ついてないんですよ。ギリギリまだ刃ついてるんですけど、この先端っていうのは刃ついてないんですね。だから要は刺せないんですよ。こうやって全然これ痛くないです。これ全然もちろん思いっきりやったら怪我すると思うんですけど、全然こうやって押しても刺せないので、こういった形状をしてるのがちょっとねかなり特殊なんですけど、これについてはいい面悪い面あると思います。いい面っていうのは見た通り安全ですよね。怖くない。よくある声で多いのがやっぱり切っ先が鋭いとそれだけで怖いって人いるんですよ。見た目もそうですけど、実際ね万が一落としたらそれに足に刺さったらどうしようとか、そういったね切っ先が丸い方がいいっていう声も結構多いので、そういう安全性っていう面ではすごくいいですよね。ただデメリットで言うと、意外とね料理中って僕はなんですけど、切っ先の部分、切っ先のその鋭いとこって結構使うんですよ。例えば食材の奥だけ切らずに手前だけ切りたい時、僕がよくやる飾り切りっていうのはもう本当にそういう作業ばっかするんですけど、もう細かい繊細な仕事をする時っていうのは絶対切っ先のこの鋭さっていうのは絶対必要です。だからそのピンポイントに切り始める時にそっから当ててで切るっていう作業ですね。ちょっとね切っ先で細かい仕事をしたいって人に関しては切っ先っていうのはかなり意外と料理中に使うようなものなので、そういった作業をしたい場合に関してはこの包丁っていうのは向いてないです。でもですけど、研いだらね後でもう研ぎの今もう結論言っちゃうと研げるんですよ。この包丁研げるので、自分でね研いでこの切っ先をねもう鋭く出しちゃうってことも可能なので、最初の状態、新品の状態はこんな感じで切っ先が丸い状態なので、ここは注意するようにしてください。さっきの磁石につかないっていうのとこの切っ先が丸い、この2つにおいてはその製品の購入するところに結構大きく出すべきだと思います。この2つはねすごく個人的に重要だなと思います。はい、ってことで早速試し切りしていきましょう。まず切ったのがね、よく切りにくいと言われてる鶏肉ですよね。鶏肉の皮って切りにくいじゃないですか。じゃあその鶏肉の皮をまず最初に切ってみようと思うことで、一番最初に切ったのが鶏肉の皮です。はい、どうですか皆さん。めっちゃ切れるんですよ。めっちゃ切れるっていうか、感覚的にはかかりがものすごいいい。刃のかかりが本当に良かったです。もうこの鶏肉の皮表面1枚だけをね切ることができます。でね続けて鶏肉、これ鶏胸肉を切ってるんですけど、はい、もうその肉だけをねこんな感じでこんな感じで切る人いないですよね。こんな感じで切ってるんですけども、気持ちよくてね気持ちいいんですよ。やっぱね肉切ってる時のね感触、肉切ってる時大きい肉の塊をね切ってる時が一番気持ちいいんですよね。やっぱめっちゃ気持ちいい。そしてさらに、はい、また縦方向にね格子状に切り込みを入れてるんですけど、なぜか
格子状にこんな感じでね、もう切り込み入れまして、めっちゃ切れますよね。切れるんですよ。まあこれ最後まで切り切らずに下の部分残して切ってるんですけど、火通りがめちゃめちゃいい1枚の鶏肉が完成しました。はい、これで焼いたらもうすぐ火通るし、もう歯切れもめちゃめちゃいいし。では次、もちろんね、新聞も切ってみて、実際新聞切った、音を聞いてみてください。はい、非常にね、切れる。とにかく切れるって感じですね。ただ滑らかさで言うと、音聞いてもらったら分かる通り、ちょっとざらつき、すっごい細かい砥石とか、細かい天然砥石とかで仕上げた状態のものともちろん比べると、多少ね、滑らかさには劣るんですけど、とにかくね、やっぱり食いつくような刃ですね。そんな刃付け。そんな刃の感じがしました。はい。で、次、よくね、切りづらいと言われてる食材、トマトですよ。で、今から左手を添えずに横にへいでいこうと、へぎ切りですね。横に平行切りをしていこうと思うんですけど、見ててください。このね、最初の食いつき見ててください。はい。わかります？食いつきようすごくないですか？もう噛んでいくんですよ。で、ほら、この断面。見てください、この断面。で、さらにトマトの薄切りですね。極薄の薄切りをしていきます。はい、もう気持ちいいですね。もう気持ちいい。気持ちいいんですよ。本当にもう気持ちいいんですよ。このようにね、よくね、コメント欄とかでね、よくね、顔パックみたいとかって言われるんですけど、顔パックのようなトマトが出来上がりました。はい。本当にね、薄いんですよ。テロンテロンなんですよ。で、もうこのようにね、なんかみずみずしくて、で、やっぱりこれだけ薄いと、ほら、この奇跡のね、このロゴマーク、文字がね、ちょっとうっすら見えるんですよ。奇跡って。奇跡の薄さですね。はい。では次、じゃがいもを切っていくんですけど、よくね、食材でトマトとじゃがいも、この2つっていうのはすごく切れ味を確かめる上でいいです。トマトっていうのはその刃先の鋭さの確認です。で、じゃがいもっていうのはその抜けの確認、包丁の抜けがどれだけいいか、それを確かめる上でじゃがいもっていうのはすごく優れてます。では切っていきます。もう結論を言うと、この時点でね、こうなってる通り、刃抜けっていうのは正直良くはないです。そのいいものと比べると。なんでかっていうと、この段差が、このしのぎですね、しのぎが結構近いんですよ、刃先側に。で、これ確かめる時のコツっていうのが、本当にもう力一切抜きます。本当に抜きます。で、包丁の重みだけでちょっと食材に置いて、でそのまま前後にね、軽く動かしてあげると食材に入ってって、でどこで止まるかっていうことを確かめれてるんですけど、これ見ていただくと分かる通り止まっちゃうんですよ。理由っていうのはやっぱりこのしのぎですね。その刃がついてるこの角度、面っていうのが結構刃先側に近いので、その刃抜け、包丁の抜け具合っていうのは正直ね、そこまで良くはないです。やっぱりもちろんね、そのままちょっと気持ち力入れて切ればもうスッて切れるんですけど、そのようなね、刃の形状ですね、しておりました。で、いろんな切り方してるんですけど、こういう切り方してもやっぱりね、本当にこれ力抜いてますよ。めっちゃ力抜いてこうやって切った時にやっぱちょっと止まるんですよ、若干。でちょっと力入れてそのまま引き切るって感じですね。で次、へぎ切りですね。これはちょっと抜いてなくて、やっぱり刃抜けが悪い包丁だと、へぎ切りっていうのは本当に刃抜けがめちゃめちゃいい包丁じゃないとね、やりにくいっていうか危ないんですよ、すごい。こういった包丁でやると一回そこで止まって、で力んで思いっきり左に行っちゃって、なんかね、やっぱり怪我する恐れっていうのはあるので、こういう切り方はあんまり向いてないです。はい、という感じですね。食材のカットは以上です。では次から研ぎです。研ぎに入ります。試し研ぎをいろんな砥石でしてみました。では今回試した砥石の種類っていうのが、その製法があるんですけど、よくある3つの製法、ビトリファイド、マグネシア、レジノイド、あとダイヤモンド砥石、天然砥石とか、あと GC って言われる砥石ですね。それらをいろいろ試し研ぎしてみました。ではこちら、まずビトリファイド製法の1000番。まずね、これ聞いてみてください。ちょっと驚くと思います。はい、どうぞ。わかります？もうキュッキュキュッキュなってますよね。キュッキュキュッキュなってるんですよ。もうキュッキュキュッキュ。これね、最初当てた時めっちゃびっくりして、面白かったんですけど、本当にね、全然研げないじゃんって思って、で、そう思うじゃないですか。思うんですよ。なんですけど、研ぎ汁ですね。ちょっと研ぎ汁を一旦出してみて研いだらどうなるんだろうと思って、今から実際にこうやって研ぎ汁を出して研いでみるんですけど、はい、聞いてみてください。はい、わかりますか？はい、研げるんですよ。研げちゃうんですよ。すごくないですか？で、その刃付けもできるかですよね。もちろん研げたので刃付けはできると思うんですけど、一応やってみて、で、ちょっとね、刃先の角度に合わせて鈍角にして、で、小刃付けをしてみて、はい、こちら、
はい、聞こえますかね。がっつり帰り出てるんですよ。だからまあ要はもう研げましたってことですよね。でこの出た帰りをちゃんと取らないといけないので帰り取りをして、でまあ実際に切れるかってことをやってみたらやっぱりね全然切れたので、食材も切れたので研げるんだなということを確信しました。では次の砥石いってみましょう。次の砥石っていうのはマグネシア製法の砥石です。こちらの砥石まずまあ聞いてください。これがまあ泥なしバージョンです。次泥ありバージョン。はい、こんな感じなんですけど、まあ結論を言います。研げなかったです。まあね、研ぎ汁出した時、まあ研げてる感じのね雰囲気はあったかもしれないんですけど、実際ねなんか本当に砥石の上をただなんか転がってるだけみたいな、そんな感じで、まあ刃付けも本当に研げないかなと思って最後ね鈍角にして刃付けもしてみたんですけど、やっぱりなかなかね全然刃つかないんですよ。なのでまあこの砥石っていうのは全く合わないような砥石です。全然乗らない。では次こちらもまず研ぎ汁なしバージョンどうぞ。はい、次研ぎ汁ありバージョンですね。はい、このような感じで、もうこちらも結論言います。もう研げません。こちらも全く合わないです。まあでもこれ衝撃でしたね。今まで研げてたものが急にこの包丁に変わったら研げなくなるってね、状態がなんかねすごく悔しかったですね。あ、こんなに違うんだ。素材違うと本当にこんな研げないんだと思いましたね。で次ダイヤモンド砥石いきます。こちらダイヤモンド砥石の1200番なんですけど、まずもうこちらを聞いてください。見てください。はい、ということでこれはまあ予想してたんですけど、このダイヤモンド砥石に関しては研げます。ゴリゴリ研げます。めっちゃ研げます。研ぎやすいです。もう相性抜群。すっごい乗るんですよ。もう本当にすっごい乗る。もう研ぎ心地最高でした。もう研ぎ出る感がすごいですよ。で次天然砥石、こちら鳴滝という天然砥石ですね。そちらで研げるかどうかやったんですけど、最初当てた時はもう全く研げなかったので泥を出してみました。こちら三河の名倉砥石で泥出ししてます。で包丁当てで研いでみたんですけど、これが面白い結果になりまして、これちょっと聞いてください。はい、こんな感じなんですけど、ですね刃ついたんですよ。刃ついたんですよ。びっくりしました。へえと思って、帰りもわずかですが全体的に出て、で刃もちゃんとついたんですよ。これね聞いてもらうと分かるんですけど、天然砥石は研げました。面白いですよね。では次 GC ですね。聞いてください。どうぞ。はい、これも、研げます。で、まあ、これも予想してました。っていうのは、まあ、GC っていうのはグリーンカーボランダムの略なんですけど、よくね、非鉄金属ですね。その加工、その研磨に使われる、そのシート硫っていうのがあるんですよ。その砥石が、まあ、GC なんですね。まあ、GC っていうのは、そのシート硫よりもさらになんか高純度のもののことを GC って言うんですけど、まあ、本当に書いてあるように、非鉄金属などの加工に使われるってことで、まあ、これは研げるだろうなと思っておりました。本当に、これも気持ちいいくらい研げます。すごくノリがいいです。もうね研ぎ汁出さずとも全然もう最初からすぐ研げます。はい、こんな感じでね、まあ刃付けして帰りもこのようにはいがっつり出まして、でこれが研ぎ跡ですね。研ぎ跡もこのようにしっかりねこの段差にちゃんとピタッと当てれば研ぎ跡もね全然汚くなくて綺麗にさーっとなりますので、でちょっとまあおまけでこれ見ていただきたいんですけど、これレジノイド製法の1万番仕上げ砥石ですね。もうツルッツルですよね。もうツルッツル、全くもう全くびくともしませんでした。はい、という感じでまあ研ぎしたんですけど、もう一回まとめると、この KS111 超高合金包丁が研げる砥石っていうのがダイヤモンド、そして GC、ビトリファイド、天然砥石ですね。この4つ、僕が持ってる砥石の中ではこの4つっていうのが研ぐことができました。でマグネシア、レジノイドっていうのは研ぐことができなかったです。でまあこの4つの中で一番おすすめはって言われたらダイヤモンドですね。まあ GC かな。 GC もね結構良かったです。この2つですね。この2つはかなりいいです。もうめちゃめちゃ乗ります。もう相性抜群です。でビトリファイドと天然砥石っていうのは、まあ天然砥石もね種類たくさんあるのでちょっとどれがどれっていうのはね分かんないんですけど、今回やったその天然砥石とでビトリファイド製法の砥石ですね。その2つっていうのはまあ研ぎ汁を出してで研ぐことはまあ全然できます。めっちゃ難しいわけじゃないです。もしね自分が使ってる砥石が何かわからないって人は、まあビトリファイド製法かマグネシアかレジノイドかっていうのは以前の動画で上げたので、これ見分けるポイントとかもありますので、ぜひそちらの動画チェックしてください。今回の動画はこんな感じで以上なんですけど、
楽しかったですね。すごい発見でした。その食いつきの良さ、切れ味の良さも含め、その超硬合金がね、どういった砥石との相性かってことを分かったので、やっぱり僕が普段からね、大事にしてるのが、その作ってる人のこの包丁に対する気持ちなんですよ。それがやっぱり使っていく上ですごく大事だなと思ってて、紹介しきれなかった部分、その思い、ストーリーっていうのが、そのホームページ概要欄に貼っておきますので、ぜひね、この動画終わったら見に行ってください。で、そのホームページを見て僕が思ったことっていうのは、その包丁のね、商品ページのところに2点です。この2点、磁石にはつかないこと、そして切っ先が丸いですよってこと、そこのこの2点っていうのはぜひね、記載してもいいんじゃないかなとは個人的に思います。もちろんね、いろいろご意見あると思うんですけど、僕はちょっとそう思いました。という感じですかね。終わります。こちらの奇跡もすでにね、使ってる人、これから買おうと思ってる人、この動画をね、見た感想とコメント欄でお待ちしております。そしていつもね、温かいコメントとかくれる方、すごく励みとなっております。ありがとうございます。はい、では今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。